理解説、豪華俳優陣の共演。昭和の名優たちが彩った松本清張原作映画の金字塔ベスト10。ねえマリサ、今回のテーマは何かしら？なんだかいつもより、期待感で胸がざわざわするわ。いい感してるぜ、レイム。今回はな、日本のミステリー界の巨匠、松本清張の原作映画を特集するんだ。松本清張、名前は知ってるけど、人間のドロドロした部分を描く、ちょっと大人向けで難しいイメージがあるわ。そう思うのも無理はないな。だがな、清張作品は単なる犯人当てじゃない。登場人物が直面する理不尽や社会の闇を、観客自身の問題として感じさせる深みがあるんだ。だからこそ、演じる役者の力量が試される。今回は、特に昭和を代表する名優たちの火花散る演技が堪能できる作品をベスト10形式で紹介していくぜ。なるほど。豪華な俳優さんたちの共演が見られるのね。それはすごく楽しみだわ。あなたの心に刻まれた、あの名優、あの傑作はランクインしているか。早速、昭和の映画史に輝く主力のベスト10を見ていこうぜ。第10位。悪い奴ら、1980年。さあ、いよいよランキングの始まりね。記念すべき第10位は、どんな作品なのかしら？第10位は1980年公開の悪い奴らだ。この映画の凄みは、なんといっても昭和を彩った豪華女優たちの共演と、物語に出てくる登場人物が、文字通り全員悪人ってところにあるんだぜ。全員が悪人。なんだか物騒な話ね。豪華女優陣って、どんな方たちが出演しているの？まず主人公を破滅に導くデザイナー役に、この頃の美しさがまさに圧巻の松坂慶子。それに加えて、梶芽衣子、藤真理子、そして毒婦を演じさせたら右に出る者はいない宮下純子といった、そうそうたる顔ぶれが火花を散らすんだ。まさに女たちの息を飲むような共演だな。うわぁ、名前を聞いただけでもすごいわね。女優さんたちの演技合戦は見応えがありそう。それだけじゃないんだぜ。物語の終盤には、刑事役で尾形健、弁護士役で渡瀬恒彦、さらには裁判長役でサブリシンといった主役級の大物俳優たちが、ほんの少しのシーンのためだけに出てくるんだ。この贅沢さこそ、まさに豪華俳優陣の共演という今回のテーマにふさわしいだろ？すごい。そんな大物俳優さんたちをちょい役で使うなんて、本当に贅沢な映画なのね。それで、物語はどんな感じなの？この作品はな、原作者の松本清張自身が自作の映像化に本格的に乗り出すために設立したキリプロダクションの記念すべき第一作なんだ。病院の赤字を埋めるために愛人たちから金を巻き上げる院長が主人公なんだが、彼は医師の立場を悪用して邪魔者を次々と排除していく。でもな、彼もまた他の悪い奴らに裏切られ、破滅へと転がり落ちていくんだぜ。誰が一番の悪なのか、最後まで目が離せないんだ。利用しているつもりが、自分も利用されている。人間の欲望が渦巻いていて、本当に怖そうね。そうさ。だからこそ、昭和を代表する名優たちが、人間の業をむき出しで演じ合う姿はまさに圧巻の一言に尽きる。ランキングの幕開けにふさわしい、強烈な一作なんだぜ。第9位。影の車、1970年。次は第9位ね。さっきの悪い奴らが強烈だったから、どんな作品が来るのかドキドキするわ。第9位は、1970年公開の影の車だぜ。これは単純な事件ものとは一味違う。人間の心の奥底に潜む恐怖を描き出した、異色の心理サスペンスの傑作なんだ。心理サスペンス、聞くだけでゾクゾクしちゃうわ。どうしてそんなに評価が高いのかしら？それはな、主人公がじわじわと狂気に追い詰められていく様を、名優たちの鬼気迫る演技と、当時としてはものすごく斬新な映像技術で見せつけてくるからだぜ。まさに豪華俳優陣の共演というテーマにぴったりな作品だ。俳優さんの演技と、映像技術？詳しく教えてほしいわ。まず、この映画はスタッフ陣からして最強なんだぜ。砂の器を手掛けた脚本家の橋本忍と野村義太郎監督の黄金コンビがタッグを組んでいる。
そして主演は、誠実なイメージの強い加藤剛。彼が、岩下志麻演じる妖艶な未亡人との不倫関係に溺れ、徐々に精神のバランスを崩していく男を鬼気迫る演技で見せているんだ。加藤剛さんと岩下志麻さん、すごい組み合わせね。二人の演技、すごく濃厚そう。ああ、まさにその通りだぜ。そして、この映画を語る上で欠かせないのが、主人公の過去のトラウマを表現した回想シーンで使われた多層分解っていう特殊な映像技術なんだ。カラーのフィルムを何層にも重ねて作るらしいんだが、これが独特の不気味さを醸し出し、まるで悪夢を見ているかのような、不安定で不安をかき立てる視覚効果で、見る者の不安をじわじわと煽ってくるんだよ。技術的にもすごく挑戦的な作品だったのね。物語は、そのトラウマが深く関係してくるの？確信をついてきたな。主人公は、愛する女性のまだ6歳の息子に殺されるんじゃないかっていう妄想に取り憑かれるんだが、実は彼自身も幼い頃に母親の愛人に対して、そっくりな像を抱いていたんだ。過去と現在が不気味にリンクして、恐怖が増幅していく構成が本当に巧みなのぜ。だからこそ、ただの不倫ドラマじゃない。人間の内面に潜む狂気を描き切った傑作なんだぜ。第8位、霧の旗、1965年。第8位は何かしら？ここまででもうお腹いっぱいなくらい濃い作品ばかりだけど、まだまだこんなもんじゃないぜ。第8位は1965年公開の霧の旗だ。この映画の何がすごいって、あの国民的映画、男は辛いよの山田洋次監督と、桜役の倍賞千恵子コンビが作った、キャリアの中でも極めて異色な本格サスペンスってことなのさ。寅さんの監督と桜さんがサスペンス。全然イメージが結びつかないわ。人情喜劇とは真逆じゃない。だろ？だからこそ衝撃的なんだ。主演の倍賞千恵子が演じるのは、おっとりした桜とは正反対。殺人の容疑をかけられた兄を救うため、冷徹な復讐の鬼と化す執念深い女性なんだ。その変貌ぶりがとにかく凄まじいんだぜ。復讐の鬼、倍賞さんがそんな役を、相手役はどんな方なの？相手は、日本を代表する名優滝沢治が演じる大物弁護士だ。貧乏を理由に弁護を断られたことで、倍賞千恵子演じるキリコの逆恨みとも言える復讐劇が始まる。この二人の行き詰まるような演技の対決が、前編に凄まじい緊張感をもたらしているんだ。脇を固めるのも新玉道代や露口茂、市原悦子といった名優ばかりだぜ。すごい。本当に豪華な俳優陣ね。山田洋次監督は、どうしてそんなシリアスな作品を？実はこの作品、脚本は砂の器を手掛けた橋本忍が担当していて、山田監督は脚本を書いていないんだ。これも山田作品としてはかなり珍しい。だからこそ、金がなければ正義は手に入らないのかっていう痛烈な社会への問いかけと、主人公の常軌を逸した復讐心の恐ろしさが、情に流されることなくシャープに描かれているんだ。なるほど。だからいつもの山田監督作品とは全く違う雰囲気なのね。なんだか、見終わった後にずっしり心に残りそう。その通りだぜ。誰も幸せにならない、救いのない結末が、かえって強烈な印象を残すんだ。国民的コンビが作り上げたとは思えない。このギャップこそが、霧の旗が傑作と呼ばれるゆえんなのさ。第7位、天城越え、1983年。いよいよ第7位ね。次はどんな名優たちの共演が見られるのかしら？第7位は、1983年公開の天城越えだ。これは単なるミステリー映画じゃない。思春期の少年の性の目覚めや心の葛藤を、痛々しいほどに描いた文学的な香りの高い傑作なんだぜ。文学的。なんだか深そうね。この映画の一番の見どころってどこなの？文句なしに、物語の鍵を握る娼婦花を演じた、田中優子の存在そのものだな。彼女の演技はこの映画を伝説にしたと言っても過言じゃないぜ。田中優子さん、そんなにすごい演技だったの？ああ、妖艶でありながら、どこか聖母のような純粋さも感じさせる。そのアンバランスな魅力が、主人公の少年だけでなく観客の心もわしづかみするんだ。
特に、渡瀬恒彦演じる刑事から聞き迫る取り調べを受けるシーンがあるんだが、その時の演技は邦画史に残る名場面と評されていて、国内外の主演女優賞を総なめにしたんだぜ。うわぁ。想像するだけで鳥肌が立つわ。渡瀬恒彦さんも出てるなんて、本当に豪華キャストなのね。そうだろ？ 30 年間事件を追い続ける執念の刑事を渡瀬恒彦。そして事件の真相を胸に秘めた男の現在を平見二郎が演じている。この重厚な布陣があってこそ、田中優子の存在がさらに際立つんだ。脚本にはあの時代劇の巨匠加藤康が参加しているから、人間の業というか、どうしようもない劇場が画面から溢れ出してくるんだぜ。なるほど。俳優さんたちの魂がぶつかり合うような作品なのね。その通りだぜ。犯人は誰か、という謎解き以上に、なぜ少年は罪を犯してしまったのか、という登場人物たちの心の深淵に引きずり込まれるんだ。昭和の名優たちの本気の演技を堪能したいなら、絶対に外せない一本なのさ。第6位、疑惑、1982年。続いて第6位の発表ね。ここまでの作品もすごかったけど、次はどんな傑作が登場するのかしら？おう、第6位は見る者の価値観を揺さぶる一作。1982年公開の法廷サスペンス、疑惑だ。この映画の真髄は、なんといっても昭和を代表する二人の大女優、桃井かおりと岩下志麻の魂がぶつかり合う演技合戦にあるんだぜ。桃井かおりさんと岩下志麻さん、考えただけでもすごい迫力ね。二人はどんな役柄なの？桃井かおりが演じるのは、保険金殺人の容疑をかけられた、希代の悪女熊子。そして、彼女を弁護することになるのが、岩下志麻演じるクールなエリート女性弁護士律子だ。育ちも性格も水と油の二人が、法廷で、そしてプライベートで激しく火花を散らすんだ。うわぁ、それは見応えがありそう。まさに豪華女優陣の共演ね。その通りだぜ。実はこの映画、実際に起きた別府3億円保険金殺人事件から着想を得ていて、原作者の松本清張自身が脚色に参加しているんだ。しかも、原作では男性だった弁護士を、映画化にあたって岩下志麻演じる女性に変更した。これが大成功で、単なるミステリーを超えた、女同士のプライドをかけた戦いのドラマに昇華されているんだぜ。原作者自らが脚色に、しかも設定まで変えてるなんて、映画ならではの面白さがありそうね。ああ、さらに脇を固める俳優陣も半端じゃない。熊子の過去を知るクラブのママ役に、伝説の大女優山田五十鈴。元ひも役に若き日の加賀武史と、まさに盤石の夫人だ。彼らの証言一つ一つが、物語に深みを与えているんだ。本当にすごいメンバー。ただの法廷ものじゃないってことね。そうさ。この映画は、事件の真相を追うと同時に、マスコミによって悪女というイメージが作られていく恐ろしさも描いている。何が真実で、何が虚像なのか。二人の女優の凄まじい演技合戦を通して、見る者自身の心の中にある疑惑をえぐり出してくる。だからこそ、今なお語り継がれる傑作なんだぜ。第5位、ゼロの焦点、1961年。いよいよベスト5の発表ね。第5位はどんな作品なのかしら？第5位は、松本清張ミステリーの金字塔。1961年公開のゼロの焦点だ。この作品はな、後の長名作、砂の器を生み出すことになる。野村義太郎監督、橋本忍脚本、芥川康音楽っていう黄金トリオの原点とも言える記念碑的な一作なんだぜ。砂の器のチームが作った作品なの。それはすごそうね。脚本には、若き日の山田洋次さんも参加しているのね。そうだろ？スタッフ陣からして伝説級なんだ。そして、この映画を彩るのが、久我義子、高千穂ひずる、有馬稲子という、当時の日本映画界を代表する未大女優の共演だ。三者三様の女性たちが、それぞれの運命に翻弄されていく姿がたまらないんだぜ。三大女優の共演なんて豪華なの。どんな物語なのかしら？新婚7日目で失踪した夫を、久我義子演じる低粛な妻貞子が追いかけるんだが、
そこで夫の知られざる過去が次々と明らかになっていく。そして物語の背景には、戦争直後の混乱期を生きるために、米兵相手の売春という、自らを犠牲にするしかなかった女性たちの悲しい過去が横たわっているんだ。ただのサスペンスじゃないのね。時代の悲劇が深く関わっているんだ。その通りだぜ。だからこそ、この映画は単なる犯人探しに終わらない。名カメラマンの川又光が捉えた、冬の北陸の荒涼としたモノクロの風景が、登場人物たちの心の寒々しさを見事に映し出していてな。その映像美も必見だ。なんだか、すごく切ない物語なのね。ああ、そして、今ではサスペンスドラマのお約束とも言える、断崖絶壁での犯人告白シーン。実は、あの演出の原型はこの映画のクライマックスだと言われているんだ。まさに、後のミステリー作品に計り知れない影響を与えた、歴史的な一本なんだぜ。第4位、張り込み、1958年。さあ、第4位よ。ここからは、いよいよトップ3に迫る傑作中の傑作ってことよね。その通りだぜ。第4位は、1958年公開の張り込みだ。この作品こそ、松本清張ブームの火付け役とも言われる、まさに記念碑的な一本なんだ。ブームの火付け役。それはすごいわね。どんなところが画期的だったの？まず、わずか30ページほどの短編小説を、脚本家の橋本忍が重厚な人間ドラマに発展させた手腕がとんでもないんだ。そして野村義太郎監督が、それを徹底したドキュメンタリータッチで描き切った。この二人の力が、成長作品の映像化の礎を築いたと言えるのさ。なるほど。最高のスタッフが、原作の魅力を最大限に引き出したのね。俳優陣はどうだったの？主役の刑事コンビを演じるのは、宮口誠司と大木実。そして、物語の中心にいる人妻貞子を演じるのが、日本映画の伝説、大女優高峰秀子だ。彼女の演技が、この映画をただの刑事ものじゃない、深い人間ドラマにしているんだぜ。高峰秀子さん、正気のない人妻が、昔の恋人に会って変わっていく。その演技、想像しただけですごそうだわ。まさに圧巻の一言だぜ。特に、田村隆弘演じる昔の恋人と再会して、死んだように生きていた彼女が、女としての生命力を一気に取り戻す瞬間の表情は必見だ。その後の悲劇的な結末との落差が、見る者の胸に突き刺さるんだ。切ないわね。ドキュメンタリータッチっていうのも気になるわ。この映画は冒頭からすごいんだぜ。横浜駅から夜行列車に飛び乗って、丸1日以上かけて佐賀に向かう刑事たちの姿を、約10分間も克明に描くんだ。このシーンだけで、これから始まる捜査の過酷さが伝わってくる。派手なアクションはない。ただひたすら犯人を待つ性の緊張感と、対象が動き出してからの銅の追跡劇。このリアリティこそが張り込みの真骨頂なんだぜ。第3位、テント戦、1958年。いよいよトップ3の発表ね。第3位は、もしかして、あのすごく有名な作品じゃないかしら？レイムも知ってるか？その通り。第3位は1958年公開。松本清張の名を不動のものにした社会派ミステリーの金字塔。テント戦だ。この作品は、これまで紹介してきた野村義太郎監督作品とは違い、東映の小林恒夫監督が手掛けているのもポイントだぜ。やっぱり、テント戦って言えば、時刻表を使ったトリックが有名よね。その通りだぜ。東京駅のホームで、向かい側のホームが見えるのは1日にわずか4分間だけっていう、あまりにも有名なアリバイトリック。この斬新なアイデアが、当時の日本中に衝撃を与えたんだ。今でこそ当たり前になったけど、時刻表ミステリーの原点と言える作品だな。4分間だけなんて、すごいトリックを考えつくわね。俳優さんたちも、さぞ豪華だったんでしょう？もちろんだぜ。事件の謎を追う若き刑事三原役には当時新人の南博が抜擢されたんだが、彼の脇を固めるベテラン勢がとにかくすごい。まず、三原の上司役に、世界の黒沢映画でもおなじみの名優志村隆。そして、
事件の最初の疑問点に気づく福岡の老刑事役を、これまた名優の加藤義が演じているんだ。志村隆さんに加藤義さん。名前を聞くだけで、画面が引き締まる感じがするわ。だろ？そして、この映画のもう一人の主役が、事件の裏で糸を引くミステリアスな人妻陽子を演じた高峰美恵子だ。病で床に伏しながらも、その知性で完全犯罪を企てる悪女。その静かな狂気と気品に満ちた演技は、まさに圧巻の一言だぜ。悪女なのに気品があるなんて、すごく魅力的ね。でも、どうしてそんな犯罪を計画したのかしら？それがこの作品の深いところなんだ。単なる地上のもつれじゃない。背景には、官僚組織の汚職事件が隠されているんだぜ。社会の闇に切り込み、単なる謎解きに終わらない人間の業を描き切ったからこそ、点と線は今なお色褪せない不朽の名作なのさ。第2位、鬼畜、1978年。いよいよ第2位ね。どんな言葉でも表現できないような、すごい作品が出てきそうだわ。ああ、心して聞いてくれ。第2位は1978年公開。見る者の倫理観を根底から揺さぶる衝撃作。鬼畜だ。これは、実際に起きた事件をもとに松本清張が描いた、人間の極限状態の物語なんだぜ。鬼畜、タイトルからして壮絶ね。どんな物語なの？印刷屋を営む男のもとに、ある日突然、昔の愛人が3人の子供を押し付けて消えるんだ。そこから、地獄の日々が始まる。この映画の凄まじさは、なんといっても俳優陣の演技にある。まさに魂のぶつかり合いだぜ。俳優さんたちの演技、詳しく聞かせて。まず、生活苦と妻からのプレッシャーで、我が子を手にかけようと追い詰められていく父親宗吉を演じたのが、名優尾形健だ。彼の鬼気迫る演技は圧巻で、この作品で数々の主演男優賞を受賞したんだ。そして、夫に裏切られ、子供たちを憎悪の対象として追い詰めていく妻を梅を演じたのが岩下志麻。彼女の文字通り鬼畜としか言いようのない演技は、見る者に強烈なトラウマを植え付けるぜ。尾形健さんと岩下志麻さん、想像するだけで息が詰まりそう。さらに、物語の発端となる、子供たちを無責任に置き去りにする愛人を小川真由美が演じている。尾形健、岩下志麻、小川真由美。この三大名優が、人間の弱さ、嫉妬、狂気をむき出しで演じ合うんだ。その様はまさに圧巻の一言に尽きるな。大人の身勝手さが、子供たちを追い詰めていくのね。救いはないの？唯一の救いは、子供たちの純粋さかもしれないな。特に、父親に殺されかけながらも、最後まで父親をかばおうとする長男としかずの姿は涙なしには見られない。そして、すべてが明らかになった後のラストシーン、尾形健が見せる慟哭は、見る者の心に永遠に突き刺さるはずだ。これは単なる映画じゃない。人間の罪と罰、そして親子の絆とは何かを問い続ける、魂の物語なんだぜ。第1位、砂の器、1974年。ついにこの時が来たわね。豪華俳優陣が彩った、松本清張原作映画の金字塔。その頂点に立つ作品は、数ある傑作を押しのけ、栄光の第一位に輝くのは、日本映画史にその名を刻む不朽の名作。1974年公開、砂の器だ。やっぱり、砂の器。この作品が1位じゃなかったら嘘だわ。もう、何から聞いたらいいかわからないくらい、すごい映画よね。落ち着け、レイム。この作品の凄さは語り尽くせないが、まずスタッフ陣が奇跡の布陣なんだ。監督に野村義太郎、脚本に橋本忍と山田洋次、そして音楽に芥川康。まさに、日本映画界の至宝たちが、この一本のために集結したんだぜ。監督も脚本も音楽も、すべてが超一流なのね。もちろん、出演されている俳優さんたちも、まさに豪華俳優陣の共演という企画の頂点だ。周年の刑事今西に丹波哲郎、暗い過去を背負う天才音楽家我がに加藤剛、さらには森田健作、尾形健、加藤義、笠智秀、そして友情出演で渥美清まで顔を出す。主役級がこれでもかと集まった、オールスターキャストなんだぜ。
本当に、名前を聞くだけで鳥肌が立つようなメンバーね。でも、砂の器がここまでの傑作と言われる一番の理由は、やっぱりあのクライマックスにあるんじゃないかしら？その通りだ。映画史に燦然と輝く、あの圧巻のラストシーンだな。我がが作曲した交響曲、宿命の演奏。今西刑事による事件の全貌解明。そして、ハンセン病を患う父とこの過酷な放浪の旅。この三つの情景が重なり合って、見る者の感情をどうしようもなく揺さぶるんだ。あれはもう、ただの謎解きじゃない。魂の女子誌だ。思い出すだけで涙が出てきちゃうわ。差別という重いテーマを真正面から描いたからこそ、親子の絆がより一層、悲しく、そして美しく見えるのよね。そうなんだ。だから、砂の器は、単なるミステリーの傑作じゃない。人間のどうしようもない宿命と、その中で見せる一瞬の愛の輝きを描き切った、日本映画が世界に誇るべき、永遠の金字塔なんだぜ。総評またはまとめ。いやー、すごかったわね。人間の欲望や悲しみが深く描かれていて、どの作品も心にずっしりきたわ。ああ、悪い奴らから頂点の砂の器まで、どれも傑作揃いだったな。改めて思うが、原作の持つ重厚な人間ドラマを、昭和の名優たちが血の通ったキャラクターとして昇華させたからこそ、これらは今も語り継がれる金字塔になったんだぜ。特に、今回数多くランクインした野村義太郎監督と脚本家の橋本忍。この二人の力がなければ、日本の映画史は大きく変わっていたかもしれないな。本当にそうね。俳優さんたちの魂の演技があったからこそ、物語に引き込まれたんだわ。みんなが思う名作もぜひ知りたいわね。だな。今回紹介した以外にも、皆さんの心に残る松本清張原作映画や名優の名演があったら、ぜひコメント欄で教えてください。この動画が少しでも心に響きましたら、高評価とチャンネル登録をしていただけると、今後の動画制作の大きな励みになります。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。